皆さんこんにちは、ランダムです。今回はね、前回に引き続いていよいよね、グローバルチャンプでね、初車中泊の方をね、やっていこうというふうに思います。はい。で、車両の方なんですけども、もうね、始める前からいくつか問題点がありまして、で、入ってみるんですけども、まずね、暗いんですよね。で、照明をつけてもね、こんな感じで暗いです。ですんで、今回はね、LED ライトの方をね、用意してみました。これはね、こんな感じの明るさがあるんで、これ以降でね、相当な明るさがあってから消しますね。これぐらいね、明るさが違うんで、今回ね、このライトを利用しようと思います。ただしね、つけれる場所がね、結構少ないんですよね、この車。あ、これもつかないや。これをね、天井とかにこんな感じでつけれれば、こんだけ違うんでね、うまく固定したいんですけども、ちょっとね、車内にはね、鉄の部分が全然ないんで、うまくつけれないんでね、とりあえず、ここにね、置いとくようにしたいと思います。で、あとね、冷蔵庫に関しては、ちょっとね、電池残量がいまいちわからず、使い勝手がね、わからないんで、今回はね、ポータブル冷蔵庫を使用します。はい。で、あとね、もう一つ大きな問題点といえば、暑いんですよね、この中。上はね、がっつり開けて、窓もね、今網戸にしてるんですけども、涼しい風は入ってるんですが、全体が涼しくなるようなことはなくって、こっちもね、開けてるんですけども、抜けきれないというか、そんな風があるんで、この辺はね、結構暑いです。ですね、この窓にね、これをかぶせましょう。ウィンドウネットですね。ダメですね。これ、窓開けたらね、こんな感じで下がっちゃうんで、これは、こっからね、虫が入ってきちゃうんで、ウィンドウネットが取り付けれませんね。困ったぞ。よし、こうしましょう。磁石です。これで一応 OK かな。よしよし。これでね、ここから虫がね、入ってくることはなそうです。いけそうです。で、そしたら中は、明るい。けどもやっぱし暖かいですね。あとね、ここも、虫が入ってくる仕様に、ね、なってるんで、テープとか貼った方が良そうですね。オッケーオッケー。わかりました。よし、じゃあね、大体分かったんで、とりあえずね、今晩車中泊するための足りない道具と、あとね、食料品の方をね、買ってきたいと思います。はい、行ってきます。はい、ということでね、食材とかいろんなもの買ってきました。で、この分でね、とりあえずね、まずはね、窓を開けて、網戸状態にして、蚊が入ってこないようにね、目張りをしたいと思います。こうですね。こうやって開けたら、こういった部分がね、めちゃくちゃ大きく開いてるんで、とりあえずね、ここをね、虫とかが入ってこないように目張りしたいと思います。かなりね、アナログなやり方ですけども、物理的にね、閉じちゃうんで、一番効果あると思います。こっちもね、やりましょう。よし、こうですね。で、車内暗いんで、電気をね、追加します。このライトを、ここにね、ぶら下げておきましょう。こうですね。こうしとけばね、相当明るいんで、これで行かしてもらうとして、実はね、この車、天井ファンが小さすぎて、窓を開けて上から排気しても全然外の空気入ってこないんで、強制的にね、外の空気を入れる必要があるんで、ちょっとね、これで改造します。窓枠にはめ込んで、強制的にね、換気扇で外気をね、取り込んでやると思います。はい、ということでね、こんな感じで取り付けました。窓の枠に換気扇をのけてる格好ですね。で、これで回したら、外の空気を中に取り込むようになるんで、これで OK です。よし。で、ここにね、ウィンドウメッシュかぶせましょう。OK。よし。こんな感じですね。これでね、虫が入ってこない状態で、中にね、外気を取り入れることができます。はい。で、電源に関しては、今回はね、ちょっとね、外部電源をね、導入してみます。というのも、このね、グローバルチャンプの中のね、待機電力とか消費電力とか、ちょっといろいろとね、知っときたいんで、今回は外部電源を家のコードリールから引っ張って、そのケーブルからね、外部電源つなげて、で、中のね、電気を賄ってみたいというふうにも思います。はい。ですんで、まずは換気扇、セット。で、回してみると、回りました。涼しい風入ってきてますね。OK です。バッチリです。が、今度はね、ここから、後ろの方にね、風を送り込まないといけないんで、ここにね、このサーキュレーターをちょっと置いて、入ってきた風を後ろにね、送るようにしてみたいと思います。ですね、こうやって、だからあれから入った空気がここに当たって、それをね、送り込むという作戦ですね。言いました。P 歌。で、今ね、ここにね、冷たい空気が来てるんで、オンにすると、OK。どうでしょうか。来てますね。これ邪魔だな。取りましょう。OK。よし。涼しい風がね、入り始めました。よし、やった。OK。2段階方式ですね。よし。で、
ケーブル。こいつを、よいしょ。OK。で、これを、こうですね、窓から通してこれが来たんですけども、これをこのコードロールにつなげたこの分に接続すると、はい、出ました。お、250ワット。OK。はい、徐々にね、下がってってますね。とりあえずね、今この車の現在の消費電力が150ワットから160ワットですね。OK。なるほど。だからね、特に何もしてない状態で、多分バッテリー充電してるんじゃないかと思うんですけども、170ワットぐらいね、消費してるみたいです。はい。で、ちなみにこれはね、換気扇と扇風機と、ライトのね、消費電力は入ってません。ただね、この車に接続してる、待機消費電力みたいな格好ですね。はい。ですんで、これなんか表示されるかな？おー、なるほど。おー、メインバッテリーで 13.7V ぐらい？サブバッテリーで 14V 出てますね。ですので、こっちの方に充電されてる格好ですね。了解。じゃあ、とりあえず、この辺とかつけるとあんまり変わりませんね。なるほど。でもね、とりあえず、待機消費電力は 170W ぐらいあるみたいです。で、じゃあ冷蔵庫どうなんでしょう？つけてみましょうかね。お、つきましたね。青ランプは外部電源で動いてる証拠です。すると、お、来ました。300W になりましたね。なるほど。冷蔵庫はね、130W ぐらい使うみたいですね。了解です。OK。OK。AC オン。よし、テレビつけてみましょう。せーの。意外と低いですね。どういうことなんだろう。バッテリーに充電してる際は、バッテリー側から電気を取ってるんですかね。なんか300ワットぐらいですね。はい、了解。で、じゃあちょっと空で申し訳ないんですけども、空でね、電子レンジ少し回してみましょう。よっと。そしたら、なるほど。充電ワット数がじわっと増える格好なんですね。560ワットぐらいですね。了解。ですんで、これ動かすときには、外部電源からじゃなくて、バッテリーから取ってるみたいですね。バッテリーから電気を取って、足りない部分を充電してるみたいな格好でしたね。なるほど。だから、バッテリー単体で動かしてるわけじゃないみたいです。ほー。そういう格好なんだ。だったら、この壁コンセントはこうから取ったらどうなんでしょう。よいしょ。これね、車の常設されてるコンセントだと思います。これでいくと、よいしょ。お、800、900。なるほど。この場合だったら、バッテリー使ってないみたいです。OK、わかりました。ですんでね、この車は、バッテリーから電源を取るコンセントと、それから外部入力があった際に、外部入力の電気を優先して使うコンセントとの2種類がね、この車にはあるみたいですね。了解、わかりました。だったらね、しばらくはワットチェッカーちょっと外せませんね、これは。了解。ということは、この分をオフに今しました。これはね、2000ワットのインバーターを今オフにした過去ですね。で、これで回したら、やっぱし、そうですね。ですんで、インバーターじゃなくてから、外部電源から今電子レンジが回ってるという格好ですね。了解です。面白い。よし、ということでね、この車のところが大体分かっていたんで、車内でね、ゆっくり過ごそうかなというふうに思ったんですけども、このテレビね、調べてみたら、HDMI 入力が使えないんですよね。で、使えないということは、僕のね、大好きな Amazon プライムビデオや Netflix が Fire Stick TV させて見えなかったりするんですよね。ですんで、よし、これですね。フレードスパイクに積んでたね、アクオスを持ってきました。で、これにね、僕お手製の Fire Stick TV セット。これをね、ちょっと取り付けて、こうですね。で、テレビのコンセントもこれに挿して、これを、こう、すると、来ましたね。電気来てますね。で、Wi-Fi テザリングで、つなげましょう。よし。Amazon ね、つきました。バッチリですね。よし。で、ちなみにテレビをつけた時でも 300W なんで、やっぱしね、バッテリーから取ってるみたいですね、これはね。了解。で、外部から取り込んでる風のおかげでね、車内涼しいです。だいぶね、気温下がりました。だから、やっぱしね、外部から風を入れて回す必要はありますね。本当にね、気温ぐっと下がりました。よし。で、冷蔵庫なんですけども、さっきね、ポータブル電源使うと思ったんですけども、今回ね、外部電源使うようにしたんで、もうね、このケーブルに変えましょう。こうやって、こうで OK ですね。よし、こっちまで通電開始しました。消費電力は変わらずですね。OK、了解です。ですんで、鉛電池にパススルーをしながら、ちゃうな。なんで？なんとなく分かってきたぞ。ですんで、300ワットを超えるものに関しては、外部電源つなげた時には外部から持ってきてるのかな。で、それ以外の時には充電してるのかな。ちょっとね、今よく分からないんで、またね、これは研究しましょう。OK! よし、ということでね、一晩過ごしそうな準備が通ったんで、早速ね、初めてのキャンピングカーでのね、車中泊の方、やっていきたいと思います。よいしょ。よし。で、車中泊で言えばね、ご飯なんですけども、今晩ね、何を作るかと言いましたら、はい。
実はね、このトマトを丸かじりしようと、冷蔵庫の中で冷やしたら、壁面にね、当たってたみたいで、こうやってぐちゃぐちゃになっちゃったんですよね。でね、これじゃあね、ちょっと歯応えもクソもなくなっちゃったんで、もうね、今回はね、このトマトを使って、無水カレーをね、作れると思います。はい。で、これを使いましょう。ちっちゃいね、鍋ですね。で、ここでね、いきます。こうやって、トマト。でね、これをね、ヘタを取って、で、とりあえずね、この真ん中の、ここだけ取る。でも適当にね、これ、ザンザンと切っておきます。で、お肉をね、買ってきたんで、これ入れましょう。鶏です。トマトチキンカレーですね。で、本格志向なんでね、カレーはね、バターで始まり、バターで終わるというんでね、バターを入れます。よいしょ。鶏肉はね、まあもう半分ぐらい入れましょう。おー、美味しそう。よし、だいぶいい感じ。そしたらね、トマト入れましょう。で、こうですね。これで、蓋をして、中火でね、しばらく煮込んでいきます。おもういいですね。っていうか、水出すぎましたね、これ。かなり出たな。トマトの量が多かったかもしれません。で、このままだとね、バタートマトチキンカレーになって野菜が入らないんで、野菜を入れましょう。そのままクッキング。これもね、お値打ちな野菜ですね。で、この状態で、この皮とか取っておきますね。貴重なね、食料なんで。お酒のあてにしましょう。よし、皮はね、取りました。これね、後で食べます。で、ルーをね、入れましょう。なんかよくあるな。2、3皿分。よいしょ、ちょっといっぺん止めます。で、これを、よいしょ。入れるんですけども、多分ね、ちょっと水が今回出過ぎちゃってるんですよね。トマト入れすぎて。どうかな？やっぱり緩いですね。で、2つ入れたらね、多そうなんで、ここはね、二段熟カレーに力を借りましょう。カレールーはね、混ぜれば混ぜるほど美味しいんで、いろんなもの混ぜてね、作る方がいいです。おー、いい感じ。無水バターチキントマトカレー。よし、完成ですね。オッケーオッケー。カレーはね、ちょっとこのまま置いときましょう。で、お次はね、もうこっちで焼き作りましょうかね。というのもね、今日はね、初キャンピングカー車中泊のお祝いなんで、いい鶏肉もそうですけども、すごくいい牛肉もね、買ってきてましたんで、これらをね、もうスパイスやね、タレで味付けしてからね、焼き肉もね、いただきたいと思います。はーい。油で、点火。おりゃー。で、空いたスペースでね、お肉焼きましょう。通常だったらね、1切れ100円ぐらいするお肉です。今回はね、特別価格で1切れ50円ぐらいでした。うわー。よし。お肉、こっちはね、良さそうですね。取りましょう。このお肉はね、もうちょいいった方が良さそうですね。よし、ゆっくり育てましょう。よし、じゃあね、当てができたんで、もう早速ね、宴の方を始めたいと思います。よし、じゃあね、いただきます。もうね、まずはね、ちょっと、お肉の方いただきましょう。美味しいです。いいお肉です。わー。で、今日はね、ちょっと、お祝いなんで、こちらいただきます。たまりません。これがね、グローバルチャンプ初のね、車中飯です。焼肉と、あとね、カレーですね。キャンプといえば、肉とカレーなんでね、今回、両方をね、作ってみました。で、カレーはね、一晩寝かせ中なんで、あとね、1時間後ぐらいにね、食べようと思うんですけども、とりあえずね、お肉すごい美味しいです、これ。鶏肉。こっちも美味しいです。うわー。美味しいですし、楽しいです。キャンピングカーね、広いんで、歩き回れるんでね、なんか、普段と全然違ってから、すごい自由度が高すぎてびっくりです。わー。で、ちなみにね、今料理して換気扇回しなかったんですけども、特にね、車内に匂いは残ってません。とりあえずね、あまり涼しくはないですけども、風も入ってきてるんで、換気はね、十分できてるみたいです。
はい。よし。じゃあね、ネットフリックスでね、おバカンス家族っていうのをね、見ましょう。これね、ちょっとずっと見たくてね、我慢したやつです。今日のためにね、撮ってきました。よし。お肉食べたんで、カレーを食べましょう。カレーにはね、ご飯が必要なんで、今回はね、レンチンご飯使います。これはね、電子レンジのね、動作実験も兼ねてのご飯です。で、700ワットでいいや。2分間。OK。ワット数はね、1000ワットぐらいまで上がってますね。いまいちね、このワット数とインバーターのね、関係性わかんないんですけども、またね、この関係性はね、ゆっくり調べてみたいと思います。よし。ということでね、そうこうしたらできました。おう。よいしょ。おお、危ない危ない。ああ、危ない。雑ですいません。久しぶりのアルコールに、ちょっと酔ってます。よし、こうですね。で、カレーね、3食分ぐらいできましたね。あ、美味しそう。これはすごい。よし、じゃあね、カレー食べましょう。いただきます。果たして社内で作ったバターチキン無水カレーのお味は？うまっ！めちゃくちゃ美味しいです。僕ね、酸味のある食べ物って大好きなんで、これね、本当に今回水は少なかったんですけども、めちゃくちゃ美味しいです。無水カレー最高です。うん。いや、とんでもない。会社は年寄りに操縦は無理だというけど。ああ、そうだよ。コックピットから出てきたんだ。はい、今ね、ホワイトサワー飲んでるんですけども、おつまみがなくなったのでね、トマトの皮もいただきます。うん、美味しい。はい、ということでね、しっかり食べて完食です。ごちそうさまでした。美味しかったです。で、そうこうしたらね、いい時間だったんで、もう休もうと思うんですけども、今回はね、上で寝ようと思います。OK、ベッド完了。よし、上にね、転がってみました。酔っ払いにはね、この高さは厳しかったですけども、なんとか登ってきました。はい。で、上はね、すごい平らで寝やすいです。ということで、今日はね、初出力なんでね、ゆっくり休んでみたいと思います。はい。じゃあね、おやすみなさい。おはようございます。現在の時刻は8時ちょっと前です。すごく気持ちいいベッドで、めちゃめちゃよく眠れました。でもね、ちょっと雨が降り始めたんで、換気扇をね、収納しておきたいと思います。よいしょ。よし。よし。ということでね、朝ごはんにしようと思うんですけども、今朝は、カレーとね、パンがあるんで、カレーパンにしていただきたいと思います。はい。といってもね、別にひねりではなくって、カレーを温めて、パンをね、フライパンで焼くという簡単料理です。めちゃくちゃ固まってる。OK。よし。お、いい感じ、いい感じ。よし。よし。よし。牛乳。よし。じゃあね、朝ごはんいただきたいと思います。いただきます。美味しい。2日目のカレーになってます。よし、しっかり食べてね、完食です。ごちそうさまでした。美味しかったです。よし。はい。ということで、今回はね、念願のキャンピングカーではね、初車中泊をしたんですけども、いかがだったでしょうか？美味しい料理も作れて、ゆっくりくつろげて、で、朝までゆっくり過ごすことができたんで、個人的にはね、夢が叶った感じで、もうすごい大満足です。はい。ただし、車内はね、空気が通らなかったんで、工夫しないとね、涼しくならなかったりしたのと、あとね、電気、室内照明もね、やっぱし極端に暗かったんで、この辺の問題がね、ちょっとだいぶある
ような格好ではありましたんで、まあ今後はね、熱対策と電気対策の方をね、ちょっと考えて、車両の方をね、改良する必要があるなというふうに思いました。はい。でもね、本当にゆっくりできたんで、大満足の夜でした。はい。こんな感じですかね。ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。初車中泊、楽しかったです。あ、そうそう、カレーはね、まだこんだけ残ってるんですけども、これはね、今日の晩ご飯にでもね、家でいただきたいと思います。ちなみにね、トマトカレーめちゃめちゃ美味しかったです。あとね、冷蔵庫はよく冷えてました。はい。さて、どうかな？かなりいい感じです。わー、バッチリ。そうこうしたらね、すごい冷えてきました。現在の消費電力500ワットですね。あー、涼しい。すごくいいですね、これ。